懐かしい。ねえおじさんねえおじさんマジやめよう。アニメシリーズっていうのかな、それのクオリティがすごく高くて、すごい世界観がいろいろあって、俺はもうやっぱりねストレンジャーシングスだよ。おもろいわ。俺まだ途中なんだよね。11がやめなさいよ、こういうの見せたくないんでしょやめなさい、いつもやってんだからこれ。ネットフリックスミーツ生田斗真と尾上松也。すごいよ、ソファーの周りソファーが囲っちゃってんじゃん。こんな使い方見たことないよ。お、来た。こんにちは。おいおい見てこれおいソファーインソファーよ。すごいやん。こんな使い方見たことないでしょ。すごい。ダスティバン。そう、それ欲しくない？それダスティバン。ダスティに欲しいです。これ全キャラクターあんのかな。これ持ってっていいのかな、今日帰りに。そういうやつじゃない？持っちゃうか。苦笑いしてるあの辺の大人たちに確認しましょう。無言で苦笑いしてるよネットフリックスミーツ生田斗真と尾上松也。ネットフリックスさんで松也くんの歌舞伎自主公演挑むと、そのドキュメンタリー生田斗真挑むの2作品が配信されるということで、ネットフリックスのオフィスに初めてやってきたわけだけど、めっちゃ広かったな。広いな。いや、びっくりしました、広さに。オフィスね、すごいね。あれすごくない？壁に書いてあるさ。壁中にストレンジャーシングス書いてあって、これ言っていいのかな。あれすごいよ。すごいよね。写真撮っちゃったもん俺。オフィスにあんなことする必要ある？遊んでるわ。あるのよ。やっぱそこでやっぱこうクリエイティブな遊びがね、遊びから生まれるんだね。生まれてくんのよ。ネットフリックスねすげえな。すごいよね。なんか本当に空間の使い方がおしゃれだよね。おしゃれだね。なんかやっぱり発想が生まれそうな感じするよね。仕事に来るのも楽しいだろうね。楽しいだろうね。毎日。松也くん、ネットフリックス普段見たりしますか？しますします。ネットフリックス見まくり。しかもまさに今結構見てますね。お、なるほど。だから今日すごい贅沢なことしましたよ。何？ネットフリックスの中でネットフリックス見るって。かっこいい。これなかなかできませんね。これは贅沢ですよ皆さん。ネットフリックス本社の一室でネットフリックス見てやるっていう。これは結構俺ドキドキしましたよ。あ、これはいいね。ちょっとなかなかできない。見てました。どうですか、見ます？もちろん見ますよ。ドラマも見ますし、映画も見ますし、ちょっとこう最近始まってるこうバラエティーっぽいのも見るし、時間がある時は結構見てるかな。このお食事もなんかネットフリックスさんからの差し入れだそうですよ。これ何？本物？本物だよ。偽物はかないでしょ。これあれ本物だねこれ。松也がリクエストした。いや、俺がリクエストしたんですよ。休みの日にさ、昼間から天気いい中、ハンバーガーかじりながら見る映画って最高じゃない？なんかだから俺映画見るってなって最高なのはこうハンバーガーとかコーラをこうかじりながら、しかも太陽さんさんの中で見るっていうのが。なるほどね。自分なんかあるスタイル？俺はでもね、やっぱ昼間でも割とこう暗くして見たいかな。あとはね、最近よくやるのが首にかけるスピーカーがあるんだけど、この首にかけるとなんつうの、こっから振動するわけ。音とかゴーンとかバゴーンとか言って、それは結構ね、ちょっと映画館みたいに聞こえるってこと？そうで、近所にも迷惑かかんないしっていうスタイルで結構見てますけどね。昔からなんかそういう最新機器取り入れたがるよね。好きなのよ、そういう音楽スピーカー系とか。なんかそういうところで自分最先端みたいなアピールしたがるよね。いやちょっと待ってよ。なんでそんな言い方すんのよ。なんか好きなだけよ、その機器がね、新しい機器。いや、なんか今の言い方もちょっと俺は尺に触ってるよ。出たよ。なんか最近首にかけるのってね、そういうとこあるよね。首にかける昔からストラップの昔からあんの、そういうとこ。いきますよ。こんな俺たちのなんかぐじぐじ言い合いを見たいわけじゃないから。違うの。ネットフリックスについて語る番組だから。生生田斗真と尾上松也がミーツしちゃったらこうなるのよ。それ分かってもらわないと逆に。高校の教室になっちゃうから。もう気をつけてください。ネットフリックスさんからこれ分かってもらわないと。お願いしますよ。ネットフリックスミーツ生田斗真と尾上松也。好きな映画ドラマはありますか？好きな映画ドラマね、いやそれいっぱいありますけどね。俺はもうやっぱりね、ストレンジャーシングスだよ。新しいシーズン始まったじゃん。
パート4、うん、おもろいわ。俺まだ途中なんだよね。やめて。勇気？違う。言いませんよ。そんな野暮なことしませんよ。ちょっと待って、びっくりした今。11が。やめなさいよ。やめなさいよ、本当に。まだ途中なんだから。やめろって。こういうの見せたくないんでしょ。やめなさい。いつもやってんだからこれ。なんだよ。いや、ストレンジャーシングス、現時点ではその1位。そうボリューム1、そのパート4のボリューム1しかまだ配信されてないんだけど、まあそこまでは全部。じゃあシーズン4っていうのかな、までの中だとどれが一番好き？僕はね、本当にこのダスティンが大好きなんですよ。で一番好きなシーンがストレンジャーシングスパート3の最終話、ダスティンとスージーのシーンがあるんですよ。スージーね。はい。いやちょっと見てほしいな。ちょっと見られるの？見れるんじゃないのこれ多分ね。そうでしょ。これ数字出てきた。ここよここ。Turn around, look at what you see in her face, the mirror of your dreams. Make believe I'm everywhere, give it 遠くに彼女がいるんだよ、みたいなことを言ってて、いやそんないるわけないじゃん、何言ってんの、そんな架空の人物を作っちゃってさ、みたいなことを言われてたんだけど、ダスティンはね、周りの友達たちに実はスージーは実在して、その一番最後のその暗号を解くのにスージーがすごく手助けをしてくれるんだけど、そこで2人が歌うネバーエンディングストーリーのテーマ。うわべえ、全然覚えてないここ。嘘でしょ。だってだっけ？俺忘れちゃった。俺シーンね、もう何回も見返しちゃったよ。And there upon a rainbow is the answer to a never-ending story. で、あなたダスティンが好きだって言ったでしょ？ダスティンよ。なんかダスティンみたいなキャラだったもんな。みんなにさ、なんかちっちゃくてさ、なんか重なるんじゃない？当時の自分と。そうかも、自分を見てるようなのかもしれないね。なんかそういえばね、キャラクター似てたもん。なんかみんなからのその愛され方と、いじられ方と、なんかダスティンみたいだった確か。でちっちゃかったんですよ。ね、身長がすごく。そうだね。なんか今ふと思いましたね。で私行こうか、じゃあ。松也さんの好きな。いや私ね、映画ドラマ。ネットフリックスオリジナルで言うと最近すごい見てたのは、ラブデスロボットっていう。ラブデスロボット。これなんかアニメシリーズっていうのかな、それのクオリティがすごく高くて、すごい世界観がいろいろあって、で10分で終わるから。なるほどね。見やすいプラスついつい次は何が出てくるんだろうっていう、そのなんていうんだ、いわゆるドラマシリーズ、こういうストレンジャーシングスみたいな話がつながってるものではないんだけど、いろんなテイストがあってすごいくすぐられるのよ。ラブデスロボット。ラブデスロボット。ちょっと見てみてください。見てみようかな。時間ない時でも見られちゃうから。10分だもんね。でプラスネットフリックスオリジナルでいうと最近はそれを見てたんだけど、まあ僕は今ストレンジャーシングスを見てますなんだけど、まあネットフリックスさんオリジナルってわけではないけれども、やっぱり僕の中では永遠のなんていうんだろう、映画とかお芝居、役者っていうものに憧れるきっかけとなったと言ってもいいのがスタンドバイミーなんですよ、やっぱり。なるほど。それはもう僕らも舞台でそれで出会ってこうやって友達になってるわけだけど、まあ特に主演のリバー・フェニックスにすごい憧れた時期があって、どんな映画とかドラマが好きですかって言われるとまず頭にパッと浮かんじゃうのはやっぱスタンドバイミーなんだよね。まあでもストレンジャーシングスなんかもやっぱそれね、スタンドバイミーの要素が入ってるもんね。俺多分ねこの年代のね映画が好きで。わかりますよ、大好きですよ。スタンドバイミーだけじゃなくてバック・トゥ・ザ・フューチャーもそうだし、グーニーズとかも多分そうだし、なんだろうね、やっぱ子供の頃に見たなんかそのバイアスみたいなのかかってるかもしれないけど、でもやっぱりよくできてるよね。よくできてるし、よくできてるし、その俺たちの年代からするとやっぱ近いところがあるんだよね、風景とかが多分。ストレンジャーシングスもそうだけど、だからこの年代の映画好きなんだろうなとは思うんだよね。これちょっと見る？スタンドバイミー見ようよ久しぶりに。ハンバーガー食べながら見るか。じゃああいいですね。うわ出た。出ました。
キーファー・サザーランドが待てそれ誰ごめんなさい。ジャック・バウアーだ。あ、ジャック・バウアー。ジャック・バウアーのそれ初めて見たけど。キーファーだろ。よくできたなお前。何が。そんなやったことないものまねネットフリックス。ジャック・バウアーだ。お前分かってるこれ手を挙げろやめろって世界中で見られんだよ。ありがとう。ありがとうじゃねえよ。怒られるぞ。あー懐かしい。ねえおじさん。ねえねえおじさんマジやめよう。ここね昼にたまたまをね玉を噛まれちゃうっていう。これさなんかやっぱり日本ではなかなかできないけどさこの年代の子たちの夢じゃないこんな冒険すん本当の。ですよ。まあ、僕ら中学校の時にね、この「スタンドバイミー」の舞台版をやったことがあって、僕はバーンっていう役をやって、で松也はテディの役をやそうったんだよね。今眼鏡かけてるね。だからそういう意味でも忘れられないんですよね。懐かしいな。やっぱこのリバー・フェニックスのさこのこういうの T シャツジーパンコンバースっていう、俺だからコンバース一時期めっちゃ履いてたもん。わかる。でもねこの年代のコンバースね足痛くなるのよ。そうねタイトだからね。そうそかかってる音楽とかもやっぱかっこいいんだよね。出てくる車とかさ。うずっと見られちゃうんだよなス。タンドバイミーね。何度見ても飽きない。なんだろうね本当に名作だよなんでなんだね。うまいなハンバーガー。まいね。ネットフリックスミーツ生田斗真と尾上松也。生田斗真と尾上松也の出会い、うんということですけれども、まあそのさっきねちょっと話しましたけど、スタンドバイミーをこう舞台版があって、そこで仲良くなって、そこから数年後、高校のオリエンテーションみたいなのがあってね、まあ顔合わせだよね。高校の、でその門をくぐって帰ろうかなってしてた時に校舎の方から「トーマ!」って声が聞こえて、その高校なんて誰も知ってるはずないのになんで俺のこと知ってるやつがいるんだろうって「トーマ!」って呼ばれたんで、ファッて振り返ったらこうやって爽やかにこう走ってくるやつがいるんですよ。するわけないんだよね。つってそんな仕方し「でたことない。トーマ覚えてる？俺松也」そんなこと言うわけないんだよ俺。そこで盛るよね。久しぶりの再会をしたのが俺の松也くんです、身長こんなでっかくなってて、おーすげえあの時の松也だと思って、俺この学校に入るんだ、もし一緒だったらよろしくねねこんなんするわけないだろうよ。って言われて、それが久しぶりの再会でしたね。あの頃の写真出てきました。ほら写真出てきましたよ。これいつですかね。これ1年の時1年まだ入学したてかもしれないですね。この頃の写真見ると、ほんと絶対隣同士写ってんだよ。写ってるね。俺たち本当になんでか知んないけど、まあこれ間違いなく名前順に並ぶ必要ないもんね。そうだね。これ何？移動体育のこれ多分バスケットボールを選んだ人たちの写真写真でね。あれ選べたから。懐かしいね。懐かしいですね。別々にもちろんそれぞれの家に帰る日ももちろんあったけど、帰ったら電話してたからね。本当だよね。いやマジでお互いのどっちかが寝るまで会話するとかでもないのに電話つなぎっぱっていう。恋人でもしないよね。しない。あれ何だったなんかゲームしながらとかああだこうだ話しながら途中何にも喋んなくなって、寝たなと思ったら切ってみたいな。あったな。何喋ってたんだろうね。いや何だったんだろうかっていうぐらい本当にだから学校内でもあいつら付き合ってんじゃねえか説が出るぐらい3年間本当ずっと一緒にいたもんな。一緒でしたね。もう本当に。学生時代一緒に見た映画ドラマありますか？映画ドラマはなんかあった？俺はね覚えてんのはね、あなたの実家、そのあなたの部屋でジャッカスジャッカスを見た記憶がものすごい強い。俺ジャッカスなんか好きだったじゃん。大好きだったジャッカス。そういえば久しぶりに俺も最近出たんですよジャッカスが、コロナ禍で撮った映画が溜まってたのがあって、新メンバーを加えてやった映画があったんで、それも見たんですけど、もう久しぶりに涙が出るぐらい笑いました。一人で。本当にこいつと友達で大丈夫かなって思ったのその時。いやこれジャッカス見てないから分かんないと思うんですけど、ジャッ
カスはすごいんですよ、おふざけがね。そうこいつめちゃくちゃ見てた、思い出した僕、だって俺全 DVD 持ってたもん、ジャッカスの。いや変態じゃん。いや実際にはやってないけどまあ気質はあるってことだね。本当にね、ああ懐かしい、思い出した。そうそうそうでしょ。よく覚えてたね。ネットフリックスミーツ生田斗真と尾上松也。お二人にとってエンタメとはどういう存在ですか？うわ難しい質問。急に。でもこのさコロナ禍でさ、それこそね家で時間過ごすことが多くなったらさ、自分たちがやってる仕事ってなんかその前っていうのはとにかく自分も好きだし、どっか分かってるつもりでさやってたけど、実際に自分たちも何もしなくなって家にいる時にさ、こういうネットフリックスの映像とかなかったらどうしようって思わなかった？そうだね。それを思うとさ、すげえ必要なことなんだなって改めて俺は思ったんだよね。自分が求めてるから結局、観客としてさ、だからそれをこう与えられる側にいるわけじゃない、その希望っていうのを。なんかそれって改めてこれは必要なことだわ、必要な仕事なんだなっていうふうに、あの時期は感じましたね。どうですか？いやいや本当になんか自分のなんかこう使命のようなものを感じるよね。やっぱり僕が出てる映画とかドラマとか舞台とか見てくれた日に、なんかその日の夜ご飯美味しく感じられたりとか、明日大変だけどバイト頑張ろうとか、仕事頑張ろうとか、子育て大変だけど頑張ろうとか、なんかそういうふうに思って、もらえる立場にあるからさ、一生懸命みんなの背中をちょっとこう支えられる存在でいたいなというふうに思いますけどね。いつから本気でやってんの？仕事、いつからだろうな。俺高校の時はマジで本当何も考えてなかった。はっきり言って、何にも考えてなかったけど、でもやっぱ20歳ちょい前ぐらいかな、ちゃんとやんなきゃなって思い始めたのは。結局そうだな、結局はそうかも。俺もねやってたつもりっていうか、考えてたつもりだけど結局何も考えてない。でもこれ本当、なんかこういう場だから言うわけじゃないけど、本当に松也の存在ってすげえ大きくて、俺の中ではやっぱお父様がね20歳の時に亡くなったじゃない、でそれでお父様のお弟子さんとかさ一門みたいなものを20歳の青年が背負わなきゃいけないっていう、でなんか高校の時からさ一緒にバカやってたやつがなんかどんどんその大人になっていく、男になっていく姿っていうのを近くで見てたから、なんかちょっと俺も真剣にやんなきゃなっていうか、それはねすごく刺激をもらったんだよな。いやでもそうね、やらざるを得なかったからね、でもだから大人になってから俺もでもその、父親が亡くなったっていうのは大きかったけど、そこから20歳過ぎてからねトーマもぐわっと名前が皆さんに知られるようになって、それは俺もやっぱり刺激になりましたよね。だから特に近しいトーマは当たり前だけど、僕らが高校でやった仲間たちがみんな活躍していくじゃない、それぞれのジャンルで。それっていうのは俺の中でなんとかあいつらに置いてかれないようにっていう、エネルギーには確実になってましたね。だからその仲間たち、トーマも含めた仲間たちがいなかったら、それこそこのネットフリックスさんでその今回ねドキュメンタリーをやってもらうっていうところまでも行きつけなかったかもしれないなって俺は今思ってるけどね。そうだね、いやだからいろんな思いの詰まったね、ドキュメンタリーそして本編になりましたね。ネットフリックスミーツ生田斗真と尾上松也。俺今さ一番欲しいものがあってさ、今プレイステーション1が欲しくてしょうがないのよ。そっか。プレイステーション1のウイイレ2002がやりたくてしょうがないのよ。ごめんなさい、すっげえ話脱線してるけど、全然いいよ。2002調べたんですよ。ウイイレ2002って誰が、どの選手が、もうね俺たちが一番ハマってた時期の選手が全員ピークなの。だって2002年だとワールドカップの年だから。そうもう最高なの。日本代表もすっげえもうなんていうの、俺たちの憧れのヒーローばっかだし、俊介、ヒデでもう海外行ったらベッカム、ロナウド、ジダンがもう全盛期だから、これが今欲しくてしょうがない。そして一緒にやりたくてしょうがないのよ。
やる？やろう。俺ね今一番欲しいのプレステ1なの。なんか今さ本当にゲームも進化していろんな機能があって操作性もすごい複雑で、できたらすごいんだけど、でもあの頃のウイイレしかり他のゲームって右左×四角みたいな、これのみで戦ってたじゃん。そうだね。センタリング上げたら大体入ってたもんな。大体入ってた、大体入ってたし、バティストゥータが置いときゃ大体ヘッド勝ってた。そうだね。あとババンギだな。ババンギだね。ババンギだ。おっとポスト郵便です。ね、何してん？キルしてん。ごめんなさい、やめましょう。分かんないから、湯入れ世代しか分かんないから。ヘルフィー。話したくて話したくて長くなっちゃってごめんなさい。もうあそこねカットしてもらって大丈夫なんで、PS のところ。